やっぱりホコライフェク TV 日本からフィンランドに引っ越して、そしてフィンランドで今ダンサー活動していますね。で、今オリンピックがね、ちょうど終わりましたね。僕もブレイクダンスをずっとやっていて、そして日本で始めましたね、僕は。90年代の終わりですね。はい、まずダンス甲子園を見て、その後は東京でロックステディジャパンとか、フリーズとか、そういうダンスチームをね、よく見て、僕も始めました。それでフィンランドに引っ越してですね、フローモっていうダンスグループでずっとブレイクダンスをして、で、僕たちもね、当時は本当に世界選手権とかでも2位になったり、あとヨーロッパでも2位になったりね、結構頑張ってましたね。はい。で、それで今回のオリンピックなんですけども、やっぱりね、一番僕がやっぱり見ていたのは、僕と同じ結構世代のホングテンという韓国のb ボーイなんですけども、本当40歳でまだまだ全然バリバリやってる感じですね。あとメノもですね、オランダのこの子も35ぐらいで、僕たちちょっと下なんですけど、ずっと一緒に同じイベントとかでバトルしたりしていましたね。はい。それでですね、あとオリンピックの女子で優勝したアミもね、フィンランドに来たことがあってですね、すごい馴染みのあるダンサーさんですね。で、優勝してすごく嬉しかったですね。で、やっぱり日本の他のダンサー、ヒロテンと、そしてシゲキックスがね、ちょっとね、残念でしたね。メダルは取れなかったですけども、それでもね、めちゃめちゃすごかったですね。もうテクニック的には多分ナンバーワンだったんじゃないですかね、二人とも。で、やっぱりなんていうんですかね、やっぱり僕がブレイクダンスを日本で始めた頃は、もうこういうオリンピックとか全然そういう感じじゃなくて、もう練習場所もないような感じでですね、ビルの外とかで練習したり、あとは駅で練習したりしてましたね、日本でもね。はい、府中駅とか、溝の口とか、あと新宿とかでしたね、練習場所が。はい。それが今こうやってオリンピックっていうのがスポーツになってるっていうのは本当に嬉しいですね。まあもちろんこういうブレイクはスポーツじゃなくてこういう文化だってライフスタイルでもありますけどもね。でもやっぱりそういうライフスタイル系のもうそういうかっこいいアングラ系のやつももちろん大事ですし、別物として僕はこういうオリンピックを見てますね。もっとエンターテインメントとかスポーツとかそういう感じで見てますね。でも本当に当時思い出すともうダンスっていうのは全然こうやってダンススクールで覚えるものじゃなくて、もう本当にストリートで覚えて、そしてイベント行って、で日本は当時は僕高校生だったんですけど、やっぱクラブでしたね。六本木の R ホールっていうところにロックスティジャパンがイベント b ボーイナイトっていうのがあってて、そこにね毎月行ってましたね。すごいもうドキドキしながら行ってましたね。でやっぱそういうもう小さい文化からこうやってみんなに伝わるこういう素晴らしいオリンピックスポーツになるっていうのは本当最高ですね。はい。なのでね、ちょっと今回の、オリンピックについてリアクションしてみました。また来週からですね、自分のダンスとか、いろんなまた J-POP リアクションとか、日本の新しい情報などをね、リアクションしたり、そしてもちろん自分も踊ってみたりしてるんでね、もう一度よかったらぜひ登録お願いいたします。1000登録者を目指して、今めちゃめちゃ頑張っています。はい。じゃあまた、バイバイ。